こんにちは、遊びのベースです。本日はレクサス LM500H のエグゼクティブ、こちらの走行レビューご覧いただければと思います。最近バージョン L がですね発売されたんですけども、このパワートレインは一緒ですので、ご検討中の方は参考になるのではないかなと思います。いや、内装はですね豪華絢爛で度肝を抜かれた次第だったんですけども、これはまた別動画でご紹介させていただければと思います。いやー、本当にいい車でした。少しね気になる点はあったのですが、そちらも合わせてご確認ください。さあ、今日はレクサスの LM 乗ってるんですけども、こちらのレビューをしてみたいと思います。いやー、最初のですねやっぱ見た時の大きさと高級感、外から見た感じ、また乗った時もこのですね中がすごいまとまっているので、高級な空間に乗り込んだよねというような印象が非常に強かったです。そしてここはフラットにレクサスのコンセプトである手綱コンセプトで、一つのこのつながりのラインでですね綺麗にまとまったこの内装の感じですね。これもまたね、ちょっと今までの RX とか NX とか、RG とかああいう乗った車とちょっと違います。一味違う印象を受けました。このコックピットの周りも非常にシンプルだし、あとなんだろう、この辺りは NX や RX と同じものをほとんど使っているんですけども、ただこのまとまり感とこの中の内装の仕上げ方がやはり高級感という意味では全く別物で、やはり2000万といった感じのイメージの車になってます。いや、この周りのですねこの辺の木目、この手触りももうしっかりと好きなんですけども、ここも非常にいいですし、あとはこの辺りのですね造形もすごい綺麗です。で、センターコンソール周りも一体感があって非常にシンプルにまとまって、かつ高級感があるというイメージといった印象ですね。で、この車なんですけども、車重がおよそ2450キロ、 2.4 トン 2.5 トン弱といった重さになってます。そしてエンジンなんですが 2.4 リッターの直列4気筒インタークーラー付きターボということで、ハイブリッドなんですけども走りもしっかりしているというものになっているようです。いやー、しかしですね気持ちいい、この見晴らしも気持ちいいんですし、この窓がしっかり抜けているので、もう目の前は道路ですね。あと景色がバッと見えていくと。で、ここのピラーの間の窓の大きさがですね結構大きくて、この辺の視認性はすごい高いかなと思います。ただですね、ここ後ろにパーテーションがついているので、このパーテーションがあるので、右左折時目視が非常に大変だなというのは一個印象に残りました。右左折するの結構大変な感じはありますね。大変ではないんですけども、左折時の目視が特にちょっとこう前のめりになって乗り出してみないと安心しながら曲がれないかなと、そういった感じです。で、ここなんですけども、このモニター周りなんですが、14インチの、モニターに、これも NX や RX と同じものですよね。なんですけども、車内が広い分実は小さく見えておかしくないんですけども、なんか逆に大きく見えると、ちょっと不思議な個人的な感想なんですけども、そういったイメージ
いやしかしね、この車はもう外から見て、LM ってお高いお車のお高い VIP の方が乗れるお高い車ですよねといったイメージですよね。やっぱ2000万って家買えますから、下手すると。いやー、これ動くリビングと言っても過言ではないかなというようなレベル感のものかなと思います。この2000万円の車ってなかなか乗る機会もないですから、非常にありがたいですし嬉しいなと。で、室内のカラーはブラックなんですけども、この車は確か2色だけの用意があって、ソリスホワイトとブラックの2種類があると。ブラックはね、かなり落ち着いてる車内でより高級感があるんじゃないかな。白もすごいいいと思うんですけども、なかなかね汚れちゃいそうで怖いですね。で、この車もマーク・レビンソン採用されていて、このマーク・レビンソンまだちょっと聞いてないんですけども、相当この VIP が乗る車としてはですね、いい音出してくれるんじゃないかなという気がします。で、この車の馬力なんですけども、275馬力で最大トルクが275馬力の460ニュートン発生するという車になっております。しかしスイスイと走ってくれますね、これ。ただですね、1個ちょっと普段乗ってる車がこの上がサンルーフというかムーンルーフついてるので、こう明るい感じがあるんですけども、この車は後ろに乗る方のための車なので、前はそういったものはついていないとなった際に、若干この圧迫感ではないんですけども、ここも開いたら嬉しいなという個人的なドライバーの希望なんですけども、ちょっとねそこであったらありがたいなというのが個人的な願望ですかね。これさあ、今モードがですねエコモードで走ってると思うんですけども、ノーマルだとどうでしょう。ちょっとノーマルモードに変えてみました。この車エコモード、ノーマルモード、スポーツモード、リアコンフォート、カスタムですね。エコモード、ノーマルモード、スポーツモード、リアコンフォート、カスタムモードと、この5つのモードがあるんですけども、このリアコンフォートっていうのは、後ろの人が快適に移動できるための、リアコンフォートモードというのがあるよということになっております。やはりノーマルにするとエコモードよりもよりですねスッと走っていくような、そんなイメージの加速だったりとか、この走りですよね。ノーマルモードの方がよりエコモードよりはもちろんスッとしていくと。一応ステアリングも変わるようなんですが、ちょっとどうなんだろうな。エコモードに戻してみて、確かにエコモードの方がちょっとふにゃっとしてるのかな。ノーマルになると少し確かに若干カチッと締まったような感じのイメージですね。で、スポーツ行ってみましょう。スポーツだとよりアクセルワークに対してレスポンスが速い。確かにステアリングがより引き締まった感じがします。リアコンフォートやってみましょう。リアコンフォートはどうだろう。若干柔らかくなったのかな。やはりスポーツにするとステアリングがしっかりする。で、この車もですね LX 同様ですね、ガラスが二重構造になっている。ここの部分ですね、ちょっと端っこの方で見づらいかと思うんですけど、この部分、この厚みが普通のガラス2枚分なんでしょう、おそらく。ここが二重になっていると。ですので外からの遮音性をより少なくしてくれているという感じになってます。
ステアリングスポーツだと、締まってますね。スポーツモードだとステアリングが固めだと。あとリアコンフォートはどうですか？若干ねふにゃふにゃするかもな。ステアリングの硬さというよりもどうだろう、車全体が柔らかいのかな、これ。そんな感じだな。そんな気がします。スポーツはやっぱステアリングしっかりするな。リアコンフォートにした瞬間になんかスコンと抜けるというか、こう今まで頑張ってたのはスンと同じアクセルの位置で踏んでたんですが、若干スンとなる感じはあったな。こんな感じで走っていてもリセット間平均燃費 9.5 キロあるので非常にありがたい。もう気づいたらすぐに法定速度ぐらいまで出ちゃってますんで、いやーいいですね。この車もまたいいですね。判定が出ました。うわっときたけどガタンとはならずスッといなしてくれたような、そんな感じです。ちょっとスポーツモードにして少し踏んでみましょう。いいですね。このぐーっとくるのがある一定のスピードまでぐーんとくるんだけど、そこから先はこうちょっと伸びが弱いかなっていう感じはしますけども、そんな感じだな。ある一定のスピードまでぐーんといくけど、そこからスッとちょっと抜けて、そこから穏やかな加速というような感じです。信号をご確認くださいということで教えてくれると。いやーしかしこれは早い。ただ若干なんですけども、外からのちょっと乗ってるとだんだん外からの音が意外と気になるかもというような気がするかも。その外からの音っていうのは風切り音とかではなく足回りから入ってくる音かな。これ6速オートマというか6速までは切り替えることができると。回生ブレーキ力なんでしょうか、これちょっと言い方が分かんないんですけども、確かに前にやっぱり車がいると、今ブレーキ踏んでないんですけどほぼ止まるぐらいのスピードまで行ってくれます。なるほど。おそらくなんですけど、前に車がいる場合と ITS の信号がある場合は、 ITS の信号がある場合、信号があるよって認知しているので、その場合は減速するっぽいな。今ブレーキ踏んでないんですが、どんどんゆっくりになって前の車に合わせて減速すると。ただかといって止まるわけではないんで、20キロぐらいまで落ちるけど、その後は止まらないですね。いやしかしすごいね。後ろに壁があるのであんまりこれ倒すことはできないんですが、倒さなくても十分後ろにスペースがあると。結構大きい人乗るともしかするとしんどいのかもしれないですけど、そんなことないか。海外の人が乗っても大丈夫なぐらいの大きさなんで、この左折時が怖い。ディスプレイもだいぶ変わって、地図だったりレーダークルーズモード、今までのレクサスとはちょっと違う感じのですね、
ター周りのデザインになってると。もうスピードとかそういうのはもう全く問題ないんですけど、音かな、もうちょっとスピード出るというかパワーがあると最高な感じはするんですけども、ザラザラ感もね若干足に伝わるんですよね。いやもちろんどの車でも伝わるとは思うんですけど、2000万って聞くともうちょっと上質なものになって欲しかったかもっていうわがままなちょっと意見も出てきちゃうな。すごいいい車ですけどね、もちろん。ただ運転する方が楽しいのか後ろに乗るのが楽しいか、後ろに乗りたいですけど、この辺もスーッと全く何らもちろんストレスはないんですが、このエンジンのうなりとガラガラ感、若干ガラガラしてる感じがする。スポーツモードにするとやっぱりスーッと走っていくんで、あとこのトン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 っていうのももうちょっと軽くいなしてほしかったかもしれないというようなわがままに人間慣れると恐ろしいもんです。変わってきて、いやでも乗り心地もすごいいい車なんだと思います。人間やっぱりこう慣れると良くない。あとは値段2000万ってなった時にもうちょっとだけプラスな乗り心地だったらありがたいなっていう。乗り心地悪くないですよ全く。見た目もかっこいいし素敵な形ですし、乗り心地ももちろん悪くないけど、もう重厚感がもうちょっとあったらより良かったのかもしれないなっていう気はいたします。重量もあるし重さの問題じゃないと思うので、エンジンの問題、重さも重量もあるからしっかりしてるはずなんだけど、ハイブリッドだからちょっとどこか軽く走れちゃうところがあって、そこがね逆に裏目に出ちゃってるのかな。なんか LX ぐらいの重量あるわけですよ。ほぼ100キロ200キロぐらいの違いなんで100キロぐらいかな。なのにこんなに簡単に軽々走れてしまうというのは非常にすごいことなんだけど、ハイブリッドの力がすごいのは素敵なんだけど、意外とそこが裏目に出ちゃってる気がしているという感じです。ここもちょっともうちょっとかっこよくなったらすごい素敵なんですけど、あと左マジで曲がるときは怖い。巻き込みが、これを押せばいいのかな、ビューを押せばいいのかな。とはいえちゃんと目視した方がいいと思うんで、あとここに地図が出てくるというのは若干新しいんですけども、これどっかにナビ入れたら出てくるのかな。これでここに今地図が出てるんですけど、そこにナビが表示されるのかを見たいなというところですね。やってるんですが、出ます。わあ、ちょっと感動だな。あとリアコンフォートにするとぐっと出力が抑えられる気がする。やっぱり出力が抑えられるというか、急にグッと何か制御が働く感じがします。スポーツモードからリアコンフォートにするとすごく非常にいい車だし、この燃費はもうすごい魅力的です。人間って多分ないものねだりなんだな、これな。これはもうちょっとないものねだりって良くないな。良くないんだけど、それが次欲しいものにつながるんだろうな、これ。ということでレクサスの LM500H、 こちらに乗ってみたんですけども、
非常に乗り心地はいい車です。最後ですね、つべこべ言っていたんですが、あれはもう細かい部分がこうだったらいいなみたいなところの話ですので、そんな感じで受け取っていただければと思います。後部座席の試乗をした感じや内装についてはまた別の動画で紹介させていただきますので、そちらもご視聴いただければと思います。高評価やチャンネル登録していただくと非常に喜びますので、ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。